皆さんこんにちは。今回はエリア3の廃線跡にある文次郎と大工のお家をリフォームしていきます。また今回も昔カルルにいた住人にもお部屋を作ってあげるならという体でトムソンのお部屋もレイアウトしていきます。文次郎のお部屋はスポーツ用品を売るお店にします。専門店というよりは道具やウェア、販売から修理までまんべんなく取り扱っている何でも屋さんみたいな感じにしていきます。まずはこの部屋の一番の見せ場である売り場のディスプレイから作っていきます。柱を4本くっつけて一回り大きい柱を作り、カウンターと仕切り壁で売り場の大枠を作ります。壁にはまず商品をきれいに照らすライトを設置します。商品は左の列に被り物のスケボーヘルメット、真ん中の列にリュック、右の列にシューズ類を飾ります。左上の空いた部分はトタケケとのコラボ商品を販売している宣伝という設定でおとといのジャケ写を飾ります。カウンターの上には10日の前デザインを貼った雑誌を置いておきます。商品が取り上げられた雑誌のページを開いて置いているみたいな感じになんとなく見えるんじゃないかなと思います。こんな感じで綺麗に収まりました。一応アイテム名も載せておきます。飾るアイテムはお好みで変えてみてください。引き続き売り場を作っていきます。ディスプレイの前には靴の試着用のスツールを飾ってラグも敷きます。コンクリートの柱の前にはスキー板を飾ります。あえてシーズンオフのものを飾ることでより雑多な感じが出ると思います。右側にはレジを作ります。チェストの上に靴箱や服の山を置いて商品を箱から出したり入れたりと入荷した商品を陳列する準備をしている雰囲気を出します。簡易的なテーブルに対してちょっとレジが大げさなんですが、色のバランス重視で選びました。レジ横には在庫を管理するクリップボードを置きます。部屋の左側には空間を緩やかに区切るパーテーションを設置して、その上に腕時計を置きます。その前にはアウトドア系の服を置いていきます。同じ色を隣同士ではなく斜めに置くと色が固まりすぎずバランスが取れると思います。レジ前にはスポーツ用品としてスケートボード、ゴルフバッグ、そしてシティサイクルを置いていきます。真ん中の床面が寂しいので床下倉庫の扉に見立てたマンホールを設置します。壁面は正面に換気口に見立てたエアコンと、右側には部屋の色に合わせた時計とアート作品を飾ります。三角形を描くように配置するとバランスが取りやすくなります。新聞紙の前デザインを貼った看板は修理やカスタマイズのメニュー表として2つ飾っておきます。左側はバックヤードや倉庫につながるドアをそれぞれ設置して、その上にはランプも飾ります。ドアの間にはプロモーションビデオを流すためのテレビを設置しました。天井家具は床面と壁面だけでかなり満足感があるお部屋になっているので、シンプルなものを選んでいきます。裸電球は小さめな分2つ並べて設置します。最後にシーリングファンを設置して部屋に動きを出したら完成です。
小ネタ紹介、と竹家ジャケ写の共通点。道盛ではおなじみ、と竹家の音楽には、1曲ずつジャケ写がついているのですが、共通点があるのを知っていますか？一つは、必ずと竹家が映っていることです。このように、メインとして大きく映っていたり、端の方に映っていたりします。これは一見、映っていないように見えますが、よく見ると、ちゃんといますね。二つ目は、マークがついていることです。このように、マークがあるジャケ写とないジャケ写があるものの、ほとんどのジャケ写にはついていて、6種類ほどあるようです。公式の情報がないので、これは私の憶測ですが、作曲者を示すマークなのではないかと思います。抽象的なデザインで、道盛の世界観にもよく馴染んでいますね。なお、ジャケ写は任天堂ミュージックで、高画質のものを見ることができますので、よかったら、皆さんの好きなジャケ写を、コメントで教えてください。大工の部屋は、時々外で DIY 教室を開きながら、のんびり自給自足の生活をしているという設定のもとを作っていきます。まずは部屋の右側に作業スペースを作っていきます。ウッディな壁は少しくどいので、仕切り壁で一部を隠します。工具棚の代わりに置いたアイアンシェルフは、表面だと赤や黄色の本の色が部屋に合わないので、あえて裏返して使います。より作業スペースっぽくなるように工具箱も置いておきます。シェフレラは外の木々の管理をするときに間引きしたものを部屋で育てているという設定です。狭いスペースでの休憩にさっと取り出して使うものはなんとなく折りたたみのイメージがあるのでディレクターズチェアをチョイスしました。家具は手作り感のあるものや木のぬくもりを感じられるものを中心に選んでいます。作業スペースの次は空間を柱でがっつり区切ってベッドルームを作ります。いかにも手作り感のある丸太のベッドはちょうどクマのリメイクがあったので迷わずこれにしました。0.5 マスの隙間にはカーテンのパーテーションを置いて本当は通り抜けられるような感じにしておきます。ベッドルームの手前はヴィンテージなソファーと丸太のスツール、マグカップを置いて小さめのくつろぎスペースを作ります。作業スペースとの間にはクローゼットと木製のバケツを置きます。スペース同士の間の家具はどちらの要素も取り入れることで馴染みやすくなると思います。同じ要領でレトロなテレビとペンキ缶を置いて、さらに左側のスペースは空間にメリハリをつけるためにフローリングタイルを敷いていきます。右手前のスペースは簡易的なキッチンを作ります。部屋の中なんですけど、アウトドアキッチンを設置します。クマといえば鮭のイメージがありますが、鮭関連だとシャレっ気のあるアイテムしかなくて、もっとすぐそこの川で釣ってきました、そのまま焼きましたみたいなワイルド感が欲しかったので、スズキの香草焼きを置きました。スツールとラグを敷いて、また床下倉庫の扉に見立てたマンホールを設置しておきます。壁面は腰壁の前デザインを壁の上の方に貼って、アクセントウォールにさらに変化を加えていきます。ウォールシェルフは頭をぶつけないくらいの位置に2つ並べます。左の壁にも腰壁の前デザインを回します。正面と左側で別々の壁紙ですが、同じ前デザインを2面にわたって貼ることで少しはまとまりが出ると思います。ウォールプランツとウォールラックを2つずつ飾って壁面の密度を上げていきます。1つ飾っただけでは物足りないという時は、リメイクの種類を変えるのではなくて、同じ種類のものを複数個配置すると統一感や色のバランスを保ったまま満足感を得られるのでおすすめです。右側の壁はお気に入り家具のブレーカーを設置して、あとはまた同じように腰壁の前デザインを回します。これまた手作り感のある丸太の時計と
左側の壁に飾ったのと同じ植物を料理をするときにむしってパラパラ加えるイメージでキッチンの近くに飾りました。豪華な額縁は食用植物についてのメモ書きのつもりです。天井家具は天井付近にも植物が欲しいので、まずつるを生やします。照明はなるべく質素な感じにしたいので、裸電球を2つ並べて設置します。右側も天井付近が少し寂しいので、ちょうど色の合いそうな緑色のドレープを飾って、最後に小ぶりの裸電球に手作りの木のシェードをかぶせた感じのランプを飾って完成です。小ネタ紹介。唯一の親子関係。皆さんは、一般住民の中で唯一、公式に親子関係があるキャラクターを知っていますか？それは、今回お部屋を作った、大工なんです。彼の子供の名前は、ボコ。二人とも、動物の森、E プラスで登場したキャラクターで、顔の模様がそっくりですね。E プラスカードには、それぞれ。何よりも大切な息子、ボコ。一人暮らしをさせてからというもの、気が気でない日々を送りながら、黙って見守る父、大工であります。父ちゃんみたいになりたいな、今日も元気に魚釣りに挑戦だ。でも、眠れない夜やお腹が空いた時は、ちょっぴり寂しいポコくんです。と、書かれています。大工は、前作の飛び森アミーボプラスにて復活しましたが、ボコはあつ森でも復活しませんでした。いつか親子揃う日が来て、特別な会話などを見せてくれると嬉しいですね。トムソンのお部屋は、外の DIY 教室があるつながりで、アトリエにしていきます。まずは部屋の中に階段を作っていきます。カウンターの高いものと低いものを並べておいて、壁にドアの前デザインを貼ります。ここは仮眠室の設定です。柱をカウンターの側面に立てて階段っぽくして、そして空間も区切っていきます。正面から見るとだいぶそれっぽくなりました。突っ張りラックとラックの上の段の小物がテーマに合いそうなので、2つ置いて物量感をマシマシにしていきます。ラックには誰かが使っている途中のペンキ缶とスキャナーやコピー機に見立てたファクシミリを置きます。作業スペースは複数人が使っている感じにしたいので、大きい方ではなく小さな作業台を置きます。柱で区切って冷蔵庫を置きます。って思ったかもしれないんですけど、冷暗所で保存しなきゃいけないものがあったり、あとはこもって作業する時用の食料保存のためにあると思うので置いておきます。引き続き作業スペースを作ります。大きめの作業デスクが欲しいので、木製チェアと工作台を1セットずつ向かい合わせに置きます。デスクの上にはノートパソコンと広げた資料をデザインスケッチのリメイクにして置いておきます。デッサンやアイディア出しなので紙類のゴミが結構出ると思うので、リサイクルペーパーを椅子の脇に置きます。画材や手を洗うための洗い場を設置して、あとは手元を明るく照らすためのアームランプを少し大きいですが飾ります。アトリエらしく散らばった紙で少し散らかして床の密度も上げていきます。絨毯はない方がアトリエらしいですが、今回は私の好みで敷いておきます。正面の壁はミーティングや説明をするときに使うディスプレイを設置して、壁掛けのネオン管は明かりを消して配管に見立てます。あとはまたもやお気に入りのブレーカーを設置します。右の壁は階段のある場所に熱烈なトタケケファンが勝手に飾ったという設定でジャケ写を飾っておきます。ジャケ写は一応テーマに合うように
スケッチや写真っぽいものを選びました。作業に没頭しているとつい時間を忘れてしまうので、しっかり時計も飾って壁面収納も作ります。タオルラックは手洗い場とうまく組み合わせて、縁の上にタオルが並べて置いてあるように見せます。左側の壁はまずコンセントに見立てたスイッチを設置します。あとはまた同じように熱烈なトタケケファンが飾ったジャケ写と、空気を循環させるための壁掛け扇風機を設置します。天井家具はデザイン性の高いキューブライトを設置します。実はその部屋の用途とどんな作業をするかによって部屋の明るさの推奨基準というのが定められています。その中でも手元で作業をする部屋はなるべく明るい方がいいとされているので、この部屋はペンダントライトやフロアランプなどの照明を気持ち多めに設置しています。すべてのランプを設置し終わったら完成です。